はい、井上ゼミです。今回はですね、シリーズ対話コミュニケーションからこちらをやりたいと思います。非暴力コミュニケーションということでね、これはですね、かなり面白い話なんだけれども、まずはね、テキストの紹介いきましょう。今回扱うテキストこちらになります。今回はですね、2冊あるんですけれども、1つは、これ同じ人なんですけれどね、マーシャル・ローゼンバーグさんの翻訳なんですけれども、1つは NVC、人と人との関係に命を吹き込む方の審判ですね。新しい版の方になります。はい。で、それからですね、もう一冊は、同じく、マーシャル・ローゼンバーグさんの翻訳本で、分かり合えないを超えるっていうね、こういった本になります。はい。で、最初にね、言ってしまうとですね、この NVC っていうのは何かっていうと、これはノンバイオレントコミュニケーションの略なんですね。ノンで N でしょ。で、ノンバイオレントのバイオレントで V と、あとコミュニケーションの C で NVC、ノンバイオレントコミュニケーション。で、これがですね、非暴力コミュニケーションということで、日本語で訳されているわけですね。で、ちなみにですね、これ審判というふうに言いましたけれども、僕は実はこの旧版ですよね。そちらを実は読んでいて、この時にね、これが出た時にこれ買って読んで、この NVC、ノンバイオレントコミュニケーションね、非暴力コミュニケーションっていうね、そういった考え方をね、知ったんですけれども、これいつだろう。これはですね、僕は2016年の第3釣りで買ってますんで、多分その時買って読んだんですよね。そうで、その時めちゃくちゃ面白くてノートにメモったっていう記憶があるんですけれども、そこからですね、これ最近になるんですかね、この審判の方、これはいつだろう。これは2022年の1月5日の7釣りを僕買ってるんだけど、この審判は2018年の2月に出てるんですね。で、こちらもですね、今回改めて読んで、これやっぱり面白いなっていうか、めっちゃ重要だなと思ったんでね、今回はこのお話をしたいということになったんですけれども、で、もう一個のね、この分かり合えないを超えるね、これもね、めちゃくちゃ良かったんですよ。つまりこれっていうのは、この NVC のね、こちらが教科書だとすると、もうちょっと実践編というかね、応用編みたいなね、そんな感じで捉えてもいいかなと思うんですけれども、いずれもね、このコミュニケーション、非暴力的なコミュニケーションって何なのっていうことを理解して実践するためには、これはどちらも欠かせないと僕は思います。なのでこれ興味がある方はですね、ぜひ両方読んでほしいと思います。で、こちらの本はね、両方ともそうなんですけれども、これはね、本当にさっきも言ったけど、めちゃくちゃ大事で、内容が濃すぎるんですよ。めちゃくちゃ濃くて、で、今回ね、この旧版も合わせるとですね、これ旧版と新版で何が違うかっていうと、確か第11章だと思ったんですよ。11章のところで、紛争を解決するっていうような章があって、そこだけ旧版の方はないんですよ。で、新版の方はそこもあるんですよ。なのでね、これ、どちらを読むかっていうことになったら、この審判を読んだ方がいいかなと思います。で、これね、内容がいずれも濃いんですけれども、やっぱりこれは、今回のね、基礎編と注目ポイントっていうことで、今回も分けるんですけれども、基礎編だけでもうめちゃくちゃ濃いので、それだけで今回お話ししたいと思います。なので今回はね、ちょっと1回に収まりきらないんで、まずこの前半1回目で、この基礎編ということで、非暴力コミュニケーションって何なのっていうお話をして、で、2回目で僕が注目したポイントのね、お話をしていきたいと思います。で、ちなみにね、やっぱりこのね、今回なんでこれ2回になったかっていうと、やっぱりこのコミュニケーションとか対話コミュニケーションってシリーズね、僕の井上ゼミでは、主だった柱の一つとしてやってますけど、やっぱり今回のこの対話コミュニケーションっていうのは、その中でもかなり僕はですね、重要視しているというか、ものすごい大事なことを、言ってると思うんですね。で、ましてですね、コミュニケーションをしない日って僕らないじゃないですか。ね、大体毎日誰かとコミュニケーションしてるでしょ。誰かや何かとコミュニケーションしてるわけですよね。なので私たちはですね、毎日このコミュニケーションを営んでいるわけですよね。それだけ実は大事、めちゃくちゃ日常生活に密着していることなんですよね。だけどこれがですね、非暴力コミュニケーションにはなっていないと。むしろこれは暴力的なコミュニケーションになってるっていうね、そういったところもあるので、これはなおさら重要なんですよ。なんでかっていうと、毎日のことでしょ。毎日暴力的なコミュニケーションを人とやっているのか、あるいは非暴力コミュニケーションをやっているのかっていうことで、もう全然違ってきますからね。つまりその人がどういうふうな人になっていくのかっていうね、これは成長にもものすごく影響してくることなので、僕はそれだけ大事だなというふうに思っているね、テーマなので、今回はですね、できるだけ丁寧に分かりやすくお話をしていきたいと思います。はい。ということでね、早速いきますけれども、今回は基礎編ということで、非暴力コミュニケーションとは何かっていうことのお話に入る前にですね、まずはここを押さえておきたいんですよ。つまりね、
私たちのコミュニケーションっていうのはですね、日常のコミュニケーションって基本的には暴力的なんですね。基本的には暴力的なんですよ。で、これはね、自覚している人もいれば、かなり無自覚レベルでね、普通にコミュニケーションを取っているっていうこと自体がもう暴力的だっていうこともね、結構あると思うんですけれども、じゃあなんで私たちの日常のね、コミュニケーションっていうのは基本的に暴力的なんですかっていうね、こういった問いへの答えにもなってるんですけれども、まずはですね、ここからいきましょう。暴力的なコミュニケーションね。非暴力的なコミュニケーションは後でねお話ししますけれども、その前に暴力的なコミュニケーションっていうものはどういったコミュニケーションなんですかっていうところですね。ここをまずは押さえてほしいと思います。で、これはですね、こういったことなんですね。心の底からの訴えを遠ざけてしまうコミュニケーション。これが暴力的なコミュニケーションなんですね。で、これを私たちは日々やっていますよっていうことで、僕もね、自分事としてもね、これはよくわかります。もう散々僕もね、この暴力的なコミュニケーションやってきましたね。もうやってきたし、周りの人とのコミュニケーション、周りの人も大体そうですね。もう大体暴力的なんで、こういったことになってるんだけど、この心の底からの訴えっていうのは、これも後でね、詳しくお話ししますけれども、これは自分のなんですよ。自分の心の底にある訴え、訴えがあるんですけれども、それを遠ざけてしまうコミュニケーションなんですね。これが暴力的なコミュニケーション。で、このね、暴力的なコミュニケーションにはですね、特徴が2つあるんですよ。で、それをね、順番にお話ししていきたいんですけれども、まず1つ目はですね、道徳を持ち出すということなんですね。道徳を持ち出す。で、これもね、皆さんもね、かなりこれ聞いていてあるあるだと思いますよ。どういうことかっていうとね、これってね、自分の価値観にそぐわない振る舞いをする相手が悪いとか間違っているとするやり方なんですね。だからこれどういうふうな言葉で出てくるかっていうと、あなたは自分勝手だとかね、彼女は怠けているとか、彼は偏見に満ちているとかですね、あるいはそれは不適切だとかね、不適切だっていうのもね、今で言うとね、不適切にも程があるっていうね、番組がありますけれども、不適切だとかね、こういった形の言葉として出てきているやつなんですよ。で、こういったものっていうのは基本的には、非難とか侮蔑とかこき下ろし、あるいは烙印を押す、あるいは批判するとか比較するとか分析するっていうね、そういったことが言葉として表現されているんだけれども、そういったものは全て形を変えた裁きであるということなんですね。人を裁く裁きね。だから私たちはこういった言葉でもう全て相手を裁いているわけですね。相手を裁くと、もう裁判官ですよ。もうみんなそれぞれが裁判官でお互いに裁き合ってるみたいなね。こんなことをやっているわけですね。つまりここにはですね、正しいかどうか、間違っているかどうかという発想しかないんですね。つまり言い換えると、評価し、それを押し付ける世界だと。こういった世界しかないわけですね。なのでこれは言い方変えると、ジャッジする世界ですね。人をジャッジする世界ね。こういった世界で私たちはジャッジし合うようなコミュニケーションをやってるわけですよね。で、ここでのポイントは何かっていうと、この世界には人と人の行動を分別する、つまり裁くための言葉が溢れているということなんですね。だからこれはね、もうここ読んだ時に僕は思いましたね。もうこれめちゃくちゃ溢れまくってるなと。皆さんもそう思いません？もうこんなことだらけでしょ？だからこれ例えば他にもあって、例えばいい人間、悪い人間とかね、こういった分別。これも裁きですからね。あるいはノーマルとアブノーマルとか。あるいは責任感がある、もしくは無責任とかね。あるいは頭がいいとか無知とかね。こういったものは全て勝手に決めつけているわけですね。こちらがね。こちらが相手を、あるいは相手からこちらが決めつけられている。勝手に決めつけやってるわけですね。こういったものは全部評価し、それを押し付けるという世界なんですよ。なので私たちはですね、こういったことをやるんですよ。気に入らない、あるいは理解できない人々や振る舞いに直面すると、相手のどこがいけないのかを決めつけるというね。もうこれだらけでしょ？大体これやってません？で、こういったことになってるわけですよ。つまり、常に人の行動のどこがいけないのか、自分の理解や反応がどう間違えているかでしかやり取りができないということなんですね。もうこういったね、やり取りだらけになっていると思うんですけれども、これが一つ道徳を持ち出して相手を評価して決めつけてしまう、ジャッジするというね、そういったコミュニケーションの特徴なんですね。だからこれ具体的にですね、例えばね、これ皆さんね、どうですかこれ。相手を思いやる言葉を使うように育てられましたかっていうようなことをね、この本の中でね、この問うてるわけなんだけれども、
これね、もしね、相手を思いやる言葉をね、皆さんね、使うように育てられていないとするとどうかっていうと、いないとすると、道徳に基づいて相手を裁くということをやるんですね。だからこれは例えば、暴力は悪いこととか、人を殺す人は邪悪だというね、つまりこれ何やってるかというと、いい悪いというレッテルを貼って、悪い人間は罰を受けて当然と考える文化だということなんですよ。だからこれってもう皆さんそうじゃないですか。大体ネットとかでも誹謗中傷とかだらけでしょ。あれって裁いてますからね。基本的には。人を裁くということをバンバンやってるわけですよ。なので結局ね、僕らってこちらの文化の中で育ってるわけですよ。基本的にはね。なので、いい悪いっていうレッテルをすぐ貼るし、で、そのことに対して自分は疑いさえ持たないわけですね。だって当然と考えるんだから。ね。悪いというふうにレッテルを貼って、その悪い人間は罰を受けて当然だというふうにね、もう考える文化としても浸透しているので、違和感さえ抱かないんですね。で、ここで注目したいのは、こういった文化だと暴力が多いということが言われている点なんですね。なので、大体僕らってこっちでやって、暴力がめちゃくちゃ蔓延している。だから暴力的なコミュニケーションがね、溢れまくっているという文化の中で私たちは生きているっていうことなんですね。で、これもしね、相手を思いやる言葉を使うように育てられていたらどうかというと、育てられていればこうなんですよ。自分の価値観や自分が必要としていることを明確に述べる、明確に相手に伝えるということができるわけですね。だから相手を思いやる言葉を使うように育てられていると、こっちの育てられていない人たちのような言葉って出てこないんですよ。暴力は悪いことだとかね、人を殺す人は邪悪だとかね、あいつは悪いとかね、そういったことじゃなくて、こういった言葉が出てくるんですよ。暴力で争いを解決しようとすることを私は恐れます。私はそれ以外の手段で人間同士の争いを解決することを大切にしていますっていうね、こういったことを口にするようになるわけですね。口にしている言葉全然違うでしょ。このぐらいの差が出てくるわけですね。で、こっちの言葉でいくと、人が何を求めているのかを考える文化っていうことになるわけですね。その人が何を求めているのかっていうことを考えていく。考え合う、お互い考え合っていくという文化ね。こういった文化なんですよ。全然違うでしょ。もうこっちは決めつけ評価で完全に悪い人間というレッテルを貼って、もう全然相手を思いやる言葉はないですね。で、相手を思いやる言葉がないっていうことは自分も思いやってないっていうことですからね。自分に対してね。こういったことをずっとやっているので、疲れますね。トゲトゲしくなりますよ、こっちだとね。そう。なので、ここで押さえておきたいことは何かっていうとね、大部分の暴力の根底には、相手が間違っているから揉めるという思いがあるということなんですよ。これは皆さん響くでしょ。もう僕ズッキュンってきましたよ。もう本当そうだなって思いましたからね。大部分の暴力の根底には相手が間違っているから揉めるんだってね。お前が間違っているからこんなトラブルになってるんだみたいなね。もうこんなのあるあるでしょ。こういった思いが暴力の根底にあるということなんですよ。だからこれっていうのは、この暴力っていうのは言葉の暴力、肉体的な暴力、あるいは家庭内部族間、国家間の暴力ね、いずれも問わないんですよ。あらゆる暴力の根底にはこの相手が間違っているから揉めるんだっていう思いがあるんですね。で、さらに言うと、その背後には恐れの感情が隠れているということなんですね。恐れね。恐れの感情が私たちの奥底で実は隠れているんだということなんですよ。なので今回ね、こういったところもね、後々詳しくお話ししていきますけれども、ここはかなり重要なのでね、ここまず押さえてほしいと思います。で、それから次行きましょう。暴力的なコミュニケーションの2つ目の特徴はこれです。責任を回避するということで、これもね、あるあるですよ。これあるある。例えばですね、〇〇しなければならないとか、〇〇のせいでっていう言い方ね。これも頻繁に我々も使っちゃいますよね。こういった言い方ね。で、こういった言い方はね、つまり何を言ってるかっていうと、自分の感情と思考に責任を負うことを回避するように促すような言葉なんですね。こういった〇〇しなければいけないとか、あるいは〇〇のせいでとかってこういう言い方はね、自分の感情と思考に責任を負うっていうことを自らやめちゃってる、放棄してる、回避してるという言葉なんですね。で、これね、皆さんね、あるあるなんでね、これどれくらい当てはまってるんだろうっていうことで聞いてほしいんだけど、自分の責任を回避している言い方ね、これ全部〇〇のせいにするっていう言い方なんだけれども、これ例えばですね、他人の行動のせいにするとかね。で、これは例えば子供が〇〇したから叩いたとかね。
まあこれは親御さんあるあるだと思うんですよね。これ他人の行動のせいにしてますよね。で、あるいは権威側からの指令のせいにする。まあ権威者に弱いっていうところもあるんだけれども、権威側からの指令のせいにする。つまり上司が命じたので、顧客に嘘をついたとかね。まあこういったこともかなりあるんじゃないかなと思うんですけれども、こういったことね。それから集団の圧力のせいにするということで、これもありますよね。これ例えば、タバコを吸い始めたのは友人がみんな吸っていたからだとかね。これなんですよね。集団の圧力のせいにするっていうね。これはあると思いますよ。もう周りがみんなそうやってたからみたいなね。周りのせいにするみたいなね、こと。まあこれも結構あると思いますし、あるいは組織の方針とか規則とか規定のせいにするっていうね。つまり、例えば、これは校則違反だから君を停学処分にしなくてはならないとかね。まあこれは学校の先生とかですよね。校則違反だから君を停学処分にしなくてはいけないんだと。私のせいじゃありませんみたいなね。だからこれも責任を回避した言い方ですよね。まあこういったことがある。それから性別役割、社会的役割、年齢にふさわしい役割のせいにするっていうね。だからこれは例えば、自分は仕事に行きたくない。でも自分は夫であり父親であるのだから行かなくてはならないっていうね。これ役割のせいにしてますね。こういったことね。あるいはですね、衝動のせいにする。まあこれは例えば、どうしてもスイーツを食べずにはいられない衝動に負けたとかね。これも衝動のせいにしてますね。これ全部自分の感情と思考、自分の責任を回避しているわけですね。こういったことなんですよ。これはあるあるでしょ、皆さん。ね。こんなことで日常ずっとやってるわけですよ。で、これも暴力的なコミュニケーションの一つの特徴なんですね。責任を回避するっていうね。だからこのね、〇〇しなきゃいけないんだとか、〇〇のせいでっていう言葉が出てきたらもうこれは要注意ですね。要注意だと思います。なのでここで押さえておきたいことはね、あたかも選択肢がないかのような言い方をするのはやめて、選択肢があることを認める言葉遣いをしていきましょうっていうことなんですね。だからこういったものってもう全部それしか自分は選択肢なかったんだっていうね、もう責任も回避してるし、他の選択肢も見なかったことなかったことにしてますからね。もうその選択肢しか自分にはなかったんだと。もうそれ一択だったんだみたいな感じになってますからね。こういったこと。だけど、他にも選択肢があるということなんですよ。あることをちゃんと認めて、で、そういった言葉遣いをしていこうということで、これは今回の非暴力コミュニケーションというものが何かを学ぶとですね、他にも選択肢あるなっていう、そういった言葉遣いですよね。こういったことが身についていきますので、理解していきますので、ぜひですね、今回最後まで聞いていただければと思います。はい。ということで、まずはですね、暴力的なコミュニケーションの特徴をね、道徳を持ち出すことと責任を回避する。そしてこれは心の底からの訴えを遠ざけてしまうようなコミュニケーションだというね、こういったところね、まあこういった大事なところ他にもありますけれども、まずはここを押さえてほしいと思います。で、今回はね、この暴力的なコミュニケーションのお話から入ったんで、じゃあなんでこういった形で暴力が蔓延していくのかというね、その原因についてのお話を次に見ていきたいと思います。はい。ということでね、暴力的なコミュニケーションの続きでですね、暴力が蔓延する原因ね、これをちょっと見ていきたいと思います。で、なんで、暴力的なコミュニケーションという形でね、暴力が蔓延していくのかっていうこの原因なんですけれども、これはですね、私たちの受けた教育にあるということなんですよ。私たちが受けた教育ね。だからこれは、暴力っていうものはですね、何も私たちが持っている本来の性質といったものではないんですね。そうじゃないんですよ。生まれながらにして持っている性質が暴力なんだとか、暴力的な性質を持っているんだっていうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、生まれてから私たちが受けてきた教育にあるんだということなんですよね。暴力が蔓延する原因はね。じゃあ、この私たちの受けてきた教育はどういった教育かっていうと、こういった教育なんですよ。少数の人間が大多数を支配する構造に適応するための教育。そして他者、これは特に権力を持つ人たちにどう思われるかを優先的に考える教育ね。こういった教育を私たちが受けてきたから暴力が蔓延するということなんですね。なので私たちは報酬と罰という観点から考えるように教育されてきたわけですね。だからこれさっき言いましたよね。悪い人間は罰を受けて当然だというふうに考えるというね。あっちの文化っていうのはこういった教育が土壌になってるんだけれども、そういった発想になってくるわけですね。
で、さらにここではですね、暴力を楽しむように教育されてきたというふうにも言われてるんですね。なので、こういった教育をされていると、私たちはですね、思いやりに満ちている本来の性質から切り離されていくわけですね。で、そうなると、自分の感情と自分が必要としていることを肯定できなくなるということなんですよ。なので、これもね、自己肯定感とかよく言われますけれども、なかなかね、自分自身を肯定できない、すぐ自分で自分のことを否定してしまうとかね、つまり自分の感情と自分が必要としていることっていう、ここがね、今回の非暴力コミュニケーションのポイントになるんだけれども、そういったことを全部肯定できなくなっちゃうんですね。だから、さっきね、この暴力っていうのは私たちの本来の性質ではないって話をしましたけれども、逆に私たちの本来の性質っていうのは、思いやりに満ちているという、この思いやりのある方なんですよね。人を思いやるっていう気持ちの方ね。こっちは本来の性質なんですよ。だけど私たちはその本来の性質の方からどんどん切り離されていって、自分のこと、自分の感情とか自分が必要としていることを全然肯定できなくなってくるんですね。で、それはですね、ここも注目したいんだけど、そういったことは大人になるよりずっと前に自分の内面を無視することを学ぶということなんですよ。ね、自分の内面を無視するのはもう私たちがこの成人してからとか大人になってからじゃないんですよ。もうそれよりはるか前に手前で子供の時に自分の内面を無視することを学んじゃうんですね。だからこれはね、結局は親子関係とかなんですよ。僕はね、この井上ゼミでも子育てとか親子関係の話ね、いくつかしてますけれども、本当にね、この子供をずっと叱りつけてるとかね、もうこんな親だらけになってますからね、特に母親ね、もうそれは外で見てても思いますし、僕がね、いろんな人から聞く話でもね、もうそれで本当にもう子供が何も言えなくなっちゃってね、もう家では何も言えない、お母さんからね、もうひどいこと言われるから、もういろんなこと言われて叱られるので、何にも言えないっていうね、そんな人が、そんな子供が大人になったらどういうことになるかっていうね、ずっとその子供の時に持ったもので自分の内面を無視するってことを学んでますからね。ずっとこれで生きてきて成長するので、ものすごく苦しいね、ものすごく悩んでしまうっていう、生きづらいような生き方をすると思うんですよね。で、そういった案の定そういったね、子供たちがもう大人になってっていうようなことをずっと繰り返しているので、もう社会が暴力的なコミュニケーションで蔓延してますからね。こういったことなんですよね。そう、だからここはね、僕は本当重要だと思います。もう特にこの赤いアンダーライン引いたところはもう全部重要ですね。これはね。なのでね、まずはですね、ここをね、押さえてほしいんですけれども、これを押さえてもらった上で、ちょっと話の続きいきますけれども、じゃあね、なんで私たちはそのように教育されてきたんですかっていうね、こういった暴力的なコミュニケーション、暴力が蔓延するような形の教育を私たちはされてきたのかと言いますと、それはですね、これはもうはるか昔なんですよ。はるか昔の神話とともに始まったっていうことを言われているわけですね。これはね、全世界的にと言ってもいいと思うんですけれども、神話とともに始まったと。つまりこの神話っていうのはどういうことかというと、人間を邪悪で身勝手な存在とみなし、そして悪の勢力を粉砕する英雄的な勢力のあり方が良い生き方であるとみなすわけですね。神話はね。だからこれっていうのは、もうね、悪と善ですね。悪 vs 善という、これは二項対立ですよね。で、しかも完全懲悪なんですよね。こういったスタイル。こういったスタイルの神話とともに、この暴力的なものが、蔓延するような教育が始まったということなんですね。で、ここでのポイントはね、この物語、神話も物語ですから、こういった神話とかの物語に不可欠なのは、人間から人間性を奪い、物として扱う言語であるということなんですね。人を人とも思わない、人も物扱いするような言語、言葉であるということなんですね。なので、私たちは他者を道徳的な判断とか決めつけで捉えるように教育を受けているわけですね。だからそうしていくと、意識の中に、私たちの意識の中に正しいとか間違っているとか、あるいは良い悪いとか、あるいは利己的とか利他的とか、あるいはテロリストとか正義の味方という言葉が染みついていくということなんですね。だからもう僕らの中で完全に染みついていますよね。もうこれはいい、これは悪いとか、これは正しい、これは間違っているっていうね。そういったものが全部染みついているんですよ。で、それに加えて、悪いことをした人は罰を受けるに値するとか、これさっき出ましたよね。悪いことをした人はもう罰を受けて当然なんだと。あるいは、良いことをした人は報酬を得るのに値するというふうに考えるようになるわけですね。こういうふうに教育されるとね。だからこれはね、評価が相まった表裏一体の関係なんですよね。悪いことをした人は罰を受ける。で、いいことをした人は報酬を得るというね。
こういった形で表裏一体で二項対立、完全懲悪的なスタイルで考えるような言葉をもう私たちはかなり染み込んで頭の中にね、かなり持ってるわけですよね。これをね。で、ここで押さえておきたいことは、この意識の、今言った意識のもとに、あまりにも長い間ですね、暴力的な教育の支配下に私たちは置かれてきたということなんですよね。だからこれ、はるか昔の神話っていうことは、もうこれはものすごい前ですからね。もう何千年前とかってことになるでしょ。もう相当なんですよ。で、ずっとその意識で、もうあまりに長すぎますね。もうスケール、スパンが長すぎますけれども、もうずっとこれやってきてるわけですね。つまり暴力的な教育の支配下に置かれてきて、その中で育ってきたわけですよね。だからこれがこの星に暴力が蔓延する原因であるというふうに言われてるんですね。そう、だからこれはね、この一応ね、大雑把ですけれども、それだけ長い期間ね、この神話とともに始まってね、そういった教育を受けてきたんだっていうね、このスケールの視点も大事ですよね。そう、なのでやっぱりこういった視点から私たちの今どうかっていうと、やっぱり今もかなり極まってはいるんだけれども、こういったものの延長線上にあるっていうことですからね。そう、だからそういったことも含めて、ここではね、理解してほしいと思います。で、さらにね、ここで大事なこといくつか挙げたんですけれども、まずはこれですね。あらゆる物語が直接的、あるいは間接的に紛争を引き起こすということなんですよ。だからここかなり重要なんだけど、どんなに素晴らしいストーリー、例えば家族を守るとか、自分の身を守るとか、あるいは悪事と戦うとか、犯罪を防ぐとかね、いわゆるこれは良い戦争というふうに言われますよね。良い戦争。こういったどんなに素晴らしいストーリーであっても、私たちは知らず知らずのうちに暴力への道を歩かされているということなんですね。なのでこっちの言葉の方が僕はタチが悪いと思いますね。良い戦争っていうね。戦争にいいも悪いもないでしょって思いますけれども、良い戦争っていう形で素晴らしいストーリーを与えられてですね、で知らず知らずのうちに暴力への道をもう一直線ですからね、もう歩かされているということになっているということで、これはね、結局どんなに素晴らしくてもストーリーなので、いずれもフィクションなんですよ。これはいずれもフィクション、つまり幻想だということなんですよ。だからこの幻想に、でも僕らこういったね、教育の中にいるので、幻想とも気づかないんですよね。気づかなくて、この幻想に踊らされてね、こんなに素晴らしいんだというストーリーを与えられるとね、あたかもそれで自分を納得させるみたいなことになるんですかね。納得させて、このね、なんとか自分を正当化するみたいなことを、やるのかな。やるんでしょうね、多分ね。だからなんていうかな、この素晴らしいストーリーっていうことで、自分を正当化して、で、この追い詰められて、もうこれしかないんだみたいなね。もう戦いに行くしかないみたいなね。戦いに行かなければならないって、これさっき言ったやつですよね。つまり責任を回避するっていうところともこれつながってると思うんだけど、そういった形で、だからこれタチが悪いですよね。もうこういった形でね。だからこういったのは、戦争ではなくてもね、もういろんなところでこれね、はびこってると思います。こういった言葉ってね。で、さらに大事なことはこれです。暴力的な言動を取る背景には、何が正しくて何が間違っているかという捉え方があるということですね。つまり、間違っているものは正されるべきという考え方が暴力を正当化し、それが言動に現れるということなんですね。だからこれもね、全部アンダーライン引きましたけれども、めっちゃ大事ですよね。これめっちゃ大事ですよ。この暴力的なコミュニケーションを捉える上でね。そう、だからこれはね、もうほとんどやってるんじゃないですか。何が正しくて何が間違っているかっていうね。大体口論になるとか、普通のね、ちょっとしたトラブルでも、自分の方が正しいんだとかね。で、間違ってる人は正さないといけないみたいな。ずっとこれでしょ。ずっとこれをやってるっていうことで、暴力が正当化されていくわけですね。で、それが言葉としてもう出ているわけですよね。こういったことですね。で、これね、ここもね、注意しておきたいんだけれども、こういった言葉って何も相手に投げかけてるだけじゃないんですよ。つまり、自分に向けて攻撃するっていうことでもあるんですね。だから、相手にこういった言葉遣いで暴力的なコミュニケーションをしている人は、自分自身にもそれやってるわけね。だから、例えば、自分はもっとこうすべきだったとかですね、あるいは、なぜ自分はこんなこともできないのかっていうね、こういった言い方を皆さん自分に向けて発してません？自分に言ってません？こういったこと。自分はもっとこうすべきだったとか、なんで自分はこんなこともできないんだみたいなね。で、こういったことをやっていく人ってね、自分の至らなさを埋めるために、様々な行動を起こすんだけれども、だけど、それで内面が満たされることはないんですよね。もう一向にないわけです。
で、結局どうなるかっていうと、しまいには消耗してしまうということなんですね。結局疲れてもうダメだみたいなことになっちゃうわけですよ。結局消耗するだけね。全然自分の内面が満たされていかないんですよ。全然いかない。まあこれもね、あると思います。なんでかというと、これも結局は相手に向けていることって基本的には自分の写し鏡だからね。だから自分にもやってるので、ここも表裏一体ですからね。そう、なのでこれもかなりあると思います。で、これはね、僕がね、今度ね、ぜひノイズゼミでやりたいと思ってるんだけれども、遊佐美香子さんのね、前にね、こちらのね、お金とは何かっていうね、こちらで遊佐さんのテキストを扱ったんですけれども、そこで遊佐さんが言われているメンタルモデルね、メンタルモデルはまさにこことつながるなってことを僕思いましたね。今回ね。かなりつながります。かなり重なります。で、あと僕の過去動画で言うとこちらですね。自己嫌悪とは何かっていうね。これもこことつながるなってことを思いましたね。結局自分の内面が満たされない。で、消耗していくだけっていうね。そういった話ここでもしてますんでね。ぜひこちらも合わせてご覧いただければと思います。で、それからここでの最後にね、大事なことこれですね。人は成長とともに自分がどう感じているのか、そして何を必要としているのかを語る言葉よりも、レッテルを貼ったり、比べたり、強要したり、評価したりする言葉を口にするようになるということね。これ皆さん大体こうなってるでしょ。だからこれはね、この前半っていうのが、これが非暴力コミュニケーションということでね、次からお話ししていきますけれども、自分がどう感じているのかとか、自分が何を必要としているのかっていうことを、最初はね、語っているんだけれども、表現しているんだけれども、徐々にこういった教育をされていく中で、レッテルを貼ったり、比べたり、強要したり、評価したりするっていう言葉をね、もう自然と口にするようになるわけですね。だから僕らそれを自然と口にしてるんですよ。しているので、もう無自覚なんですよ。自覚ないから気がつかないのね。こういったこと。だから、なおさら暴力的なコミュニケーションが蔓延していくというね。こういった構造の中でもう僕ら完全に絡め取られてますね。もう転がされてますよ。この中で完全に、暴力的なコミュニケーションの中で完全にやられてますね。こういったことね。そう、なのでこのね、暴力が蔓延する原因ですよね。この背後には何があるかというね、ここもね、今回ね、かなりね、大事な点なので押さえてほしいと思います。はい。ということで、次からはですね、じゃあこの暴力的なコミュニケーションに対して、今回のね、こちらのテキストで扱っている NVC、非暴力コミュニケーションっていうのはどういったコミュニケーションなんですかというね、そういったお話を次からしていきたいと思います。はい。ということで、ここからはですね、非暴力コミュニケーションとはということでね、このノンバイオレントコミュニケーション、NVC、非暴力コミュニケーションというのはどういったコミュニケーションなんですかっていうね、そういったお話をしていきたいと思います。で、これはね、こういったことなんですね。対立する双方が相手への一方的な決めつけや非難とか暴力を排除して言葉をやり取りして和解し調和するためのアプローチであるというね、ちょっと硬いですけれども、非暴力コミュニケーションといった時には、こういったアプローチということになるわけですね。で、これはね、どういうことかというと、つまり、これはね、双方が争っている時とかね、なんかトラブルになっちゃったっていう時ですね。だからこれは、ミクロからマクロまであると思うんですよ。つまり、ミクロっていうと、もうちっちゃなとこですよね。身近な人との人間関係ね、家族間であるとか、あるいは友人同士とか、会社の同僚とかね、そういったところのミクロな話から、これはもう国家間の戦争とかね、大きな部族間とか国家間の戦争とかっていう、かなりマクロなレベルまで全て、これはね、当てはまるというね、そういったアプローチがこの非暴力コミュニケーションなんですね。で、これはね、双方が妥協して解決に至るということじゃないんですよ。そういったアプローチではないです。じゃあどういうことかというと、これは当事者が互いに敬意を払って解決を図るっていうアプローチなんですね。で、こういったアプローチをするのが非暴力コミュニケーションね。で、ここで大事なことはですね、対立や紛争を根絶しようとしないことなんですね。これかなり重要ですよ。私たちは対立とか紛争は根絶していこうと、根絶しようみたいなことを言いますよね。だけど対立紛争は根絶しちゃダメなんですよ。で、これはなんでかというと、対立や紛争は個人や社会を成長させるものだからなんですね。だから対立それ自体とか紛争それ自体を根絶するっていうことになると、個人や社会は成長できなくなっちゃうっていうことですからね。なので、ここで大事なことは、対立への向き合い方を変えることなんですね。ここなんですよ。
ここめちゃくちゃポイントね。対立への向き合い方。僕らが大体対立っていう時に発想するのって、それが向き合い方なんだけれども、もうそれをもう亡き者にしようとか攻撃しようとかでしょ。そういったアプローチじゃないからね。これはね。そう、対立へのまず向き合い方を変えることが大事であって、根絶することじゃないよということですね。ここを押さえてほしいと思います。で、さらに押さえておきたいことは、すべての暴力を解決する唯一の方法ね。これは何かというと、一人一人が自分のストーリーを手放すことなんですよ。ね、これストーリー出てきましたよね。このどんなに素晴らしいストーリーでもね、結局はそれはいずれもね、幻想であって暴力の道を歩かされているよっていうね、さっき言いましたけれども、そういったストーリーも含めて全部一人一人自分のですよ、自分の中にあるストーリーを手放すこと、これなんですよ。これが全ての暴力を解決する唯一の方法であるということね。だからそのために一人一人が行動を変えるのではなくて、意識を変えることだということを言ってるんですね。これめっちゃ大事ですよね。意識を変える。ね、行動っていうよりも前に意識を変えてくださいっていうことなんですよ。だからこれさっき言った遊佐美香子さんのメンタルモデルね。あれまんまなんですよね。遊佐さんも結局は意識を変えるっていうところに到達してますからね。最終的にね。だからここでも言ってるわけですよ。だからこれはすごいつながるなって同じこと言ってるなと思ったんだけど、まずは意識を変えることね。これなんですよ。だから意識を変えない限り、結局行動も変えられないっていうことですからね。一時的に行動を変えたかのように見えて、結局同じとこで、結局はその暴力の道を歩かされているというね、その枠組みの中にいるっていうことになっちゃいますからね。そう、だからこの意識を変える、これ大事ですね。めちゃくちゃ大事。で、ここでさらに大事なことは、この非暴力コミュニケーションっていうのは、互いに幸福のために貢献するという、本当に楽しい生き方へと私たちが回帰するための手助けをしてくれるということなんですね。本当に楽しい生き方ね。これを皆さんでやりたいですよね。もう毎日がもう生き生きして笑顔でワクワクしてるようなね。こんな楽しい生き方へと僕らが回帰するための手助けをしてくれるというね。これ今回僕がこちらのね、やっぱり本を読んでね、これはめちゃくちゃ思いました。本当にこれ手助けしてくれると思います。めちゃくちゃ心強いサポーターになってると思います、これ。そう、だからそれだけのね、やっぱりこれはね、僕としてはね、かなり大事なね、ことがもう本当に書かれてるなというふうに思ったんだけれども、だから私たちが結構生きづらさを抱えていたりね、つまらない顔で生きているっていうことを本当に楽しい生き方へとね、こう変えてくれる、そのサポートをしてくれるということでですね、この非暴力コミュニケーションね、これは大事だと思います。はい。で、このね、非暴力コミュニケーションの、これ基本的なことなんだけれども、これを踏まえた上で、これいきましょう。非暴力コミュニケーションの核心ということで、このコアですよね。中心には何があるかっていうと、これなんですよ。人を思いやる気持ちね。これですね。これが一番の核にあるんですよ。で、これが私たちに本来備わっている力であるということね。だからこれさっき見ましたよね。本来備わっている性質っていうね。それってこれなんですよ。だから暴力じゃないってこと。暴力は本来備わった性質じゃないからね。本来私たちに備わっているのは人を思いやる気持ちの方なんですね。こっちなんですよ。で、この人を思いやる気持ちに基づいて人と心の底から与え合いながら交流することね。これが非暴力コミュニケーションの核心であるということなんですね。で、こういったね、人を思いやる気持ちっていうものを私たちは本来持ってるんですよ。持って生まれてきているんだけれども、じゃあね、ここでこういうふうな問いかけしてるんだけど、人を思いやる気持ちがどうして失われてしまうのかっていうことね。つまり言い方変えると、暴力的になったり、相手から搾取したりしようとしてしまうんでしょうかっていうことなんですね。でね、こういった問いかけの一方で、こちらも大事なんだけれどね、どれほど過酷な状況に私たちは置かれていても、それでもなお人を思いやる気持ちを失わずにいられるっていうことがあるけれども、じゃあそれはなぜなのかということなんですね。だからここ大事だと思うんですよ、この問いかけって。つまり、僕らは暴力的なね、暴力が蔓延する社会の中で暴力的なコミュニケーションをね、普段はもう大体こっちをやってると思うんだけれども、だけど、場合によってはどんだけ辛い状況に置かれたとしても、やっぱり人を思いやる気持ちっていうのを失わずに、そのような言動とか行動ができる時ってありますよね。ありますよね。だからこっちもあるっていうことね。これはね、やっぱり見逃しちゃいけないなってことを思いますね。つまり私たちの中にはこの人を思いやる気持ちっていうことが失わずにあるんだっていうことね。まずはここを押さえてほしいと思います。で、さらにね、やっぱりここで大事なことはこれなんですね。
私たちの言葉の使い方が重要な役割を担っているという点なんですよ。だからこれってよく言いますよね。言い方が問題だよみたいなね、ことを言うことあると思うんですけれども、まさに言葉の使い方ですよね。で、これね、ただし注意しなきゃいけないのは、これは本来の性質、本質ではないということですね。言葉の使い方の方はね。本質の方はこっちですからね。人を思いやる気持ちであって、言葉の使い方っていうのは、そういった意味では、副次的なものなんだけれども、でも重要な役割を担っているわけですよ。で、このね、言葉の使い方はどういうふうにしたらいいかというと、自分を表現し、他人の言葉に耳を傾けるというような使い方ね。こういった形でちゃんと言葉を使ってくださいっていうことなんですね。なので、まずはね、自分が今何をどう感じているのか、そして何を必要としているのかを意識的に言葉で表現することね。これなんですよ。っていうことは私たちは意識的にこれ言葉で表現してないんですよ、普段はね。普段は自分が今どう感じているのか、そして何を必要としているのかを相手に伝えてないんですよ。伝えているようで伝えてないんですね。なのでこれを意識的に言葉で表現しようっていうことが一つ。で、もう一つは今度は相手。相手に評価や判定を下すのではなくて、相手がどう感じているのか、そして相手が何を必要としているのかに意識的に耳を傾けるっていうことですね。これなんですよ。ね、だから自分がどう感じているのかな、自分が何を必要としているのかなっていうことを相手に伝える。ちゃんと表現するだけじゃなくて、相手が、じゃあ相手もあることありますからね。相手が感じていること、必要としていることありますから、それが何なのかということを意識的にちゃんと耳を傾けて聞くことなんですね。なのでこれをやっていけば、抵抗したり防衛したり暴力をね、振るったりということは回避できるということ。で、それに加えて、相手との関係を新しい視点から理解できるようになるわけですね。だからこれはもう暴力的な関係でね、私たちは相手のことを見たりね、そういった関係の中にいるので、全くそういうものではない新しい視点から相手というものを理解できるようになるというね、こういったことなんですね。で、ここでね、もう一つ押さえておきたいことは、恐れや罪悪感とか、あるいは恥の意識とか、見返りを求めるという気持ちが込められていないからこそ無心で喜べるということなんですね。だから、この人を思いやる気持ちが過去にある非暴力コミュニケーションの方では、もう恐れとか罪悪感を抱くとか、恥の意識があるとか、見返りを求めるっていう気持ちがもうないんですよ。ないから無心で喜べるんですね。単純に。シンプルにただただ喜ぶことができるわけですね。だからこそこの非暴力コミュニケーションがこれさっき言った本当に楽しい生き方に今つながっているわけですよね。で、それからね、ここでのポイントは、これ相手がですね、この非暴力コミュニケーションというものに通じている必要はない。つまり理解している必要はないということなんですよ。つまりどういうことかっていうと、自分自身がこの非暴力コミュニケーションの原則とプロセスに忠実であれば、必ず非暴力コミュニケーションは実現するということなんですね。だから相手が暴力的なコミュニケーションで来た時にも、自分自身は非暴力コミュニケーションの方を実践すればいいっていうことなんですね。そうすると必然的に相手とだんだん分かり合ってくる。これ結構時間がかかるということあると思うんですけれども、そういったことで、これはね、今回ね、こちらの2冊両方そうなんですけれども、で、これはね、もう基本的にはマーシャル・ローゼンバーグさんは、もう全世界でね、国際的にこの非暴力コミュニケーションということをね、平和推進のね、一つとしてですね、ずっとね、これやられていたということで活躍されていた方なんですけれども、そのね、詳しい事例とかもね、いろいろ載ってるんですよ。で、中にはやっぱりかなりね、この難しくてかなり時間がかかるというね、そういった事例も載っているんですけれども、でもね、やっぱりそれもこう解決に向かっていくというね、そういった糸口にもなっているので、やっぱりこれはね、すごいなと思うし、なのでまずはですね、自分自身がこの非暴力コミュニケーションをまず理解して、今回のね、お話で理解してもらって、で、こちらのね、本でさらに深く理解してもらって、で、さらにそれを理解する、頭で理解するだけじゃなくて、ちゃんと実践していくってことね。これ結局実践していかないと身につかないんでね。結局身につかないんですよ。そう。なので、こう実践していくということね。これをやっていただきたいということで、だからそれっていうのは、そのね、コミュニケーションを取る相手、他者がこの非暴力コミュニケーションを知っている必要はないわけですよね。そう。自分自身がちゃんと実践していけば、おのずとそういったコミュニケーションになっていきますからね。
はい。ということが言われているということで、なかなかこれはね、実践ということになると、初心者には、僕も初心者なんですけれども、かなり難しいとは思うんですが、でもこれもかなり重要なね、指摘だと思うので、このポイントも押さえてほしいと思います。ということで、非暴力コミュニケーションとは何なのか、そしてその核心っていうのは何なのかというね、そういったお話をしてきましたけれども、これもうちょっと続きがあるんでね、それを次にお話ししていきたいと思います。はい。ということでね、次行きますけれども、非暴力コミュニケーションの目的ですね。ここも基本的なところなので押さえてほしいんですけれども、非暴力コミュニケーションの目的っていうのはこれなんですね。思いやりを持って喜びから与え合うことが可能になるようなつながりを相手との間に作ることね。これが非暴力コミュニケーションの目的なんですよ。なので、これさっき出ましたよね。思いやりってね、人を思いやる気持ちね。これが非暴力コミュニケーションの核心にあると。で、その思いやりを持って喜びから与え合う、お互いに与え合うというコミュニケーションが可能になるような、そういったつながりを作ることね。これなんですね。これが目的です。だからね、こういったことは目的じゃないんですよ。例えば、自分の求めているものを手に入れるだとか、あるいは思い通りに人を動かすとかね。つまりこれっていうのは、動かせない時に突き放すとかね。これも結構あると思うんですよ。じゃあもうあんた知らないから、もう好きにすればいいよとかね。僕も言われてきましたよ、これ。言われたことある。もうこれをね、聞いた時にはもう本当にショックというか悲しかったなっていうね、そういった気持ちがあるんですけれども、もう自分が思い通りにね、僕をね、動かせなかったら、自分の思い通りにならなかったら、もう知らないから、もうあんた知らないから、もう好きにすれば、みたいなね。こういったこと。これも皆さん言われて育ってきてません？かなり言われてきてると思いますよ、こういったことね。そういったこともね、思い通りに人を動かすことも目的じゃないし、で、あるいはですね、懲罰を恐れるから与えるとか、あるいは逆に報酬を期待するから与えるとかね、こういったことも全部これは目的じゃないんですよ。こういったことじゃないんですね。だからここで大事なことは、互いの幸福に貢献した時に感じる自然な喜びから与え合うことね。この自然な喜びね、そこから与え合うことだということなんですよ。なので、ここで押さえておきたいことは、人間は本来与え合うことに喜びを見出すということなんですね。だからこれはもう何回も言ってるように、暴力というのは人間本来の性質ではないんですね。これ違うんですね。むしろ人間の本来の性質は与え合うことに喜びを見出すということ。だから他者に与えることは喜びであって、だから気持ちがいいんだということなんですよね。だからこれ皆さんもそうじゃないですか。こういった形で自然な喜びから与え合った時ってめちゃくちゃ気持ちよくないですかね。こういったことなんですよ。なのでここで大事なことは互いの人生を豊かにすることだけを目的に行動することね。つまり言い換えるとここですよね。思いやりを持って喜びから与え合うということを目的に行動することね。こういったことですよね。そうだから何もねこういったね目的じゃないもの今言ったものって全部思考なんですよね。思考でなんとか、相手からねこう搾取してやろうとかですね、あるいは奪われないために防衛しようとかね、あるいは暴力を振るおうとかね、こんなのばっかでしょ。こういったもの全然違いますからね。はい。ということでね、非暴力コミュニケーションの目的ね、ここも基本的なところなので押さえてほしいと思います。で、それからですね、ここね、これも大事なんでお話ししたいんだけれども、非暴力コミュニケーションの中心にある2つの問いということで、実は問いかけが2つあるんですよ。で、それは何かっていうと、1つは、今この瞬間にお互いの内面で何が息づいているのかっていうことですね。つまり、これさっきから言ってるんだけど、内面にある自分の中にあるその瞬間自分がどう感じているのか、そしてその時に自分は何を必要としているのかっていうことね、これを見ることをここでは言ってるんだけれども、これね多くの人はですねこの問いにうまく答えられないんですよ。でそれは何でかっていうと、答える方法を教わっていないから、だから相手に伝えられないわけですね。だから僕ら教育ではこういったことはむしろ排除されてきた方なんですよ。だから知らないんです。こういったことを伝える方法を。だから大体のコミュニケーションで自分がどう感じているのか、そして、そう感じるのは何を必要としているからなのかっていうことを相手に伝えてないんですよ。実は結構伝えてないんですね、これ。そう。だからそこをまずは意識しましょうっていうことね。今この瞬間お互いの内面で自分だけじゃなくて相手もそうなんだけども、何が息づいているのかっていうとこね。
これが中心にある問い。で、もう一つの問いがあって、それは何かっていうと、人生をより素晴らしいものにするために何ができるのかということなんですね。で、これもね、ちょっと後で出てきますけれども、こういったことでこの2つがあるわけです。でも逆に言うと、非暴力コミュニケーションの中心にある問いってこの2つだけなんですよ。だから、そう考えるとめちゃくちゃシンプルなんですね。なんでかというと、この2つだけを意識していればいいからですね。で、これにもかかわらず、2つだけにもかかわらず、これが意識することがとても難しいわけですよ。で、それは何でかというと、自分の内面で何が息づいているかを考えるように、さっき言ったように教わってないからですね。僕らは教わってないんですよ。教わってないから相手に伝えることもしないんですね。しないというかできないわけですね。伝える方法も知らないからね。こういったことなんですよ。なので、非暴力コミュニケーションの中心にはまずこの2つの問いがあるというね、ここをまず押さえてもらって、で、この問いと続くんですけれども、これが今度実践ね、ようやく非暴力コミュニケーションどういうふうに実践していったらいいかというね、これも実践に半分入ってるんだけれども、どういうふうに具体的に実践していったらいいのかっていうね、そういったお話に入りたいんだけれども、それがこれなんですよ。4つの要素ということで、ここに意識を向けましょうっていうことなんですね。じゃあその4つは何かっていうと、この4つなんですよ。1つは観察すること。つまりこれっていうのは判断や評価を入れずに、ただ人がしていることをシンプルに観察するということ。で、2つ目は感情を表現するってことね。で、これは自分がどう感じているかってことを表現するってことね。で、3つ目は必要としていることを表現する。自分が何を必要としているのかっていうことをちゃんと相手に伝える、表現するということですね。で、4つ目がリクエストするということなんです。で、これは相手に具体的な要求をするということなんですね。なので、この今言った4つね、この4つを実践していくことが非暴力コミュニケーションの基本ということになるんですけれども、これっていうのは今言ったこの2つの問いね、これにそれぞれ対応しているわけね。つまり、この今言った4つのうちの1、2、3、つまり観察すること、感情を表現すること、で必要としていることを表現することっていうこの3つはこの1つ目の問いに対応しているわけね。つまり、自分の内面で何が息づいているのかっていうことを表現するってことね。で、最後のリクエストをするっていうこの4番目はこの2つ目の問いに対応しているわけね。つまり人生をより素晴らしいものにするにはっていうことをちゃんと表現するってことね。それがリクエストをするっていうことなんですよ。なのでここで押さえておきたいことは、この今言った観察すること、感情を表現する、必要としていることを表現する、リクエストするっていうこの4つの要素を率直に相手に表現することね。率直に。で、それに加えて、この4つの要素を他者からも受け取るということね。自分は他者に表現して、相手に表現して、で、自分は相手からそれをちゃんと受け取る。この4つを受け取るということなんですよ。で、これができると、このやり取りができると、円滑なコミュニケーションがそこに生まれてくるんですね。で、それは何でかというと、やり取りを続けているうちに自然と心が通じ合うからなんですね。だからこれが非暴力コミュニケーションの中心のやり取りなんだけど、こういったやり取りをやっていくと、もう自然と心が通じ合うようになるんですよね。で、これを聞いて皆さんどうです？日々のコミュニケーションで自然と心が通じ合ってきてるなっていうコミュニケーションしてます？これ結構はっきりわかりますよね。大体やってないんじゃないですか？大体通じ合ってきたなみたいなね、この喜びが生まれてくるっていうね、与え合う喜びね、こういったことが生まれてないですよね。大体ね、大体トラブってますよね。それはそうですよね。これは前に見た暴力的なコミュニケーションね、あれをずっとやってますからね。だからそういったこととは逆なことが生まれてくるわけですよね。こっちの非暴力コミュニケーションではね。で、このね、4つを実践していく上でのポイントは何かっていうと、賛成も反論もしないっていうことなんですね。つまり賛成も反論も基本的にはね、暴力コミュニケーションの方ですからね。そう。で、ここでは何をやるかっていうと、ただ彼の言葉、彼って相手ね、相手の言葉を相手の心として受け止めるということですね。これをしていくわけですよ。なので、非暴力コミュニケーションをやっていくとね、受け止め方、耳を傾ける方法と与え方、表現することが身についていくんですね。だから私たちはですね、この非暴力コミュニケーションの中で、感情に耳を傾けることを学び、そして自分が必要としていることを学ぶということ。そして必ずしも自分が望まない返事でも受け止めることを学ぶということなんですね。だからこの感情と必要としていることね、このね、丸2と丸3が結構中心なんですよ。ここがメインね。ここめちゃくちゃ大事なんで、そういったね、感情に相手のね、耳を傾ける方法だったら相手の感情とか必要としていることに耳を傾けるっていうことを学ぶし、でしかも相手からの返答が必ずしも自分が望まない返事ね、
自分の例えばリクエストした時に、そのリクエストに応じてくれないというね、望まない返事が来たとしても、ちゃんと受け止めることができるというね、そういったことを学ぶんですよね。こういうこと。ね。だからこれ素晴らしいコミュニケーションだなということを思うんですけれども、これもね、別に理想論じゃないんですよ。これ現実に私たちが実践できることですからね。だから実践レベルで、どういったふうにやっていったらいいかっていうことでね、こちらの本では詳しくね、わかりやすく、具体的な事例をね、いくつも交えてお話ししてくださってるんで、ぜひ本の方を読んでほしいんだけれども、でね、さらにね、ここで大事なことは、これもかなり重要なんだけど、相手というのは、コミュニケーションの相手っていうのは、私を幸福にするためにいるのではないということ。そして同時に、私も相手の幸福を作り出すためにいるのではないっていうことなんですよ。だからこれはね、どちらかというと素晴らしいストーリーとして、言われることが多いので、かなりね、厄介だと思うんですけれども、相手は私を幸福にするためにいるとか、私は相手を幸福にするためにいるとかね、こういったことを言うんですけれども、そういうことじゃないんです。つまりここでは、互いに成長し、受け止め、愛して、二人ともに満足できるためにいるということなんですね。で、さらにここで押さえておきたいことは、正直であることと開かれた心というものが求められるということなんですよ。だからこの4つのね、要素、特にこの2番と3番ね、感情を表現したり必要としていることを相手に伝えるっていう時には、正直であることが重要だし、開かれた心っていうものも必要なんですよね。そういったことがないと、これが相手に伝えられないんですよね。こういったこと。で、ましてリクエストするなんてこともね、具体的にできませんからね。はい。ということでね、ここも押さえてもらって、この4つの要素ね、これを実践していくためにちゃんと意識してください。で、その時にはこの2つの問いね、この問いかけを自分にしてみてくださいっていうことなんですよね。で、ここまでが一応ですね、基本的な非暴力コミュニケーションのお話なんですけれども、これ今言った4つね、これだけ言われてもどういうふうにやったらいいかっていうことがね、結構わかんなかったり、結構誤解しがちっていうこともあると思うんですよ。なので、このね、一つ一つをもう少し具体的に見る必要があると思うんで、それをね、次からお話ししていきたいと思います。はい。ということでね、ここからはですね、さっき言った4つの要素ですね。これを順番に詳しくね、1つずつ見ていきたいと思います。で、まず1点目は観察することということで、これなんですよ。評価を交えずに観察するということね。だから観察するっていうのは評価を交えない形での観察ね。これをやりましょうっていうことなんですよ。なので、ここで押さえておきたいことは、一切の評価を交えない伝え方を学ぶことね。これなんです。で、これは言い方を変えると、観察と評価を切り離すっていうことなんですね。だからこれ評価っていうことで言うと、例えば相手が間違っているような言葉遣いとかね。僕ら結構やりがちですよね。そういった言葉遣いね。そう。だけどそういった評価っていうのは観察に入れちゃダメなんですよ。そう。ちゃんと切り離すことね。観察は観察、評価は評価っていう形で、ちゃんと観察のみをするということですね。で、これを結局は一緒にしてしまうとですね、このね、間違っているような言葉遣いをするっていうことになるんだけれども、そうすると相手は批判されたと受け止めるんですよね。だから僕らもそうでしょ？誰かから言われたら、なんか批判されたなっていうふうに思っちゃうことってありません？あれって多分評価が混じってるからですね。観察にね。だからこういった形でやっぱりコミュニケーションやってると怖くなっちゃいますからね。またこの人に批判されるんじゃないかみたいなね。で、そうするとだんだんコミュニケーションを取らなくなりますからね。そうするとね。そう、人間関係が切断していきますからね。切断するのは人間関係じゃなくて評価の方だからね。評価と観察をちゃんと切り離しましょうっていうことですからね。はい。で、ここでね、気をつけておきたいことは、常に変化している現実を固定的な言葉で表現することがたくさんの問題を引き起こしているということですね。だからこれはね、もう今の現実の社会がそうだと思いますよ。もう大体これですよね。固定的な言葉で現実を。だって現実は常に変化しているわけですよ。だけどその現実を固定的な言葉で表現するわけですよ。で、そのことでたくさんの問題が引き起こされているということですよね。で、もう一個ね、注目したいのは、私たちの頭の中は道徳的な判断や決めつけで溢れ返っているということね。だから僕らの頭の中は基本的にはこれ前に出た暴力的なコミュニケーションね。もう暴力的で溢れ返っているわけですよね。こういったこと。だから頭の中はもうかなりのストレスだと思いますよ。もうトゲトゲしてもう辛くてしんどくてね。そういったことになってると思うんですけれども、ここも重要だと思いますね。で、ここでね、大事なことは、
自分が快く思っている、もしくは快く思っていない相手の行動を、その本人に対して明確かつ具体的に伝えることなんですね。つまり正直に伝えましょうっていうことなんですよ。で、それっていうのは、これね、大事なんだけど、相手のどこが間違っているかっていうことじゃないんですよ。そういったことを伝えるのは、これは評価ですからね。そういったことではなくて、相手の行動がどんな行動をとったのかっていうことだけを明確に具体的に伝えましょうっていうことなんですよ。だから僕らってやっぱり評価を切り離してないんで、相手のここが間違っているっていうような言い方で伝えちゃうんですよね。でもそれは評価だからね。そこはダメなんですよ。それは観察じゃないからね。観察と切り離さないといけないからね。だからね、ここでね、今回の本は、やっぱりこのね、練習問題という形で、どういった言葉は評価が入っていて、どういった言葉は観察のみなのかっていうね、そういった練習問題も入ってるんですよ。で、ちなみにそれはね、今回の4つの要素あるじゃないですか。で、これは1つ目なんだけど、この4つの要素それぞれで、この練習問題っていうのが入ってるんですよ。で、この練習問題をやるとですね、かなり理解度が増すと思うので、こちらのね、本、かなりね、今回ちょっと一例でざっくりね、一部だけ紹介するっていうことでね、練習問題をちょっと今からお話しするんですけれども、こちらではもっとたくさんあるんでね、ぜひこちらでやっていただきたいと思います。これはかなりね、役に立つと思います。で、ここでのね、練習問題っていうことなんだけれども、評価を交えず観察のみな言葉はどれですかっていうことでね、いくつかちょっとピックアップしたんですね、本の中からね。で、例えば皆さんこれどうです？私の母はいい人だっていうね、この言葉。これどうですか？これ評価が入ってます？入ってませんか？これは評価が入ってるんですよ。だからこれはダメなんですね。つまり、いい人っていうのは評価なんですね。これは評価です。で、ここで言ってるのは評価を交えずに観察することですからね。で、その評価を交えてない観察したことを伝えるっていうことじゃないから、これはダメですね。で、次はどうですか？昨日彼はテレビを見ているときに爪を噛んでいたっていうね。これどうです？これは OK なんです。これは評価が入ってない。つまり観察だけだということですね。で、次、これはどうですか？彼はよく人の悪口を言うっていうね。これどうでしょう？これは悪口っていうのが評価なんですね。だからこれは評価が入った観察ということになっちゃうんですね。だからこの評価が入った言葉を観察のみの言葉に変えるとこういうことになるんですよ。彼は A さんに今月3回会った。その3回とも彼は A さんが自分の望まないことをしてくれないと話していたっていうね。これ観察ですよね。観察だけですよね。評価入ってないですよね。こういった言い方に変えましょうっていうことですね。で、次、これはどうでしょう。彼女は私にはこの服が似合わないと言った。これどうですか？これは観察だけなんですよ。だからこれは引っ掛けっぽいですよね。この服が似合わないっていうね。似合わないかどうかっていうのは評価なんだけれども、そういうふうに言ったというこれは観察であって、そのこと自体は評価じゃないからね。こういったこと。だからこれは観察だけっていうことになるわけですね。なのでね、今回練習問題ちょっとだけピックアップしただけなんで、本にはね、もっとたくさんね、この練習問題がありますんで、これはぜひやっていただきたいと思います。結構ね、僕らはね、評価が入っていないというふうに思っていて、評価入った観察やってることがね、得てして結構あるんでね。なので、この練習問題ぜひやっていただきたいと思います。でね、ここでのポイントは何かっていうと、一つは、肯定的なレッテルも他者という存在を見えにくくし、限定的に認識することにつながるということね。だからこの練習問題でいくとここですよね。私の母はいい人だっていうね。だから私のお母さんはいい人だとかね。聞こえはいいんだけれども、それは肯定的なレッテルを貼ってるので、そうすると、そのお母さんそのもの、その人そのものっていう、その人間が見えにくくなってしまうわけですね。それだけでね。そう。だからそういうふうになると、もうそのいい人っていうことにも左右されちゃうということにもなりかねないので、そうなると限定的に認識するということになっていくわけですね。はい。で、それからもう一つのポイントは、相手の発言の奥に何があるのか知ろうと集中するということですね。だからこれはさっきの問いですよね。何が相手の中で、あるいは自分の中で今この瞬間に息づいているのかっていうね。ここですよね。だからそれは次から話す感情とか、あるいは必要としていることね。こういったものが何なんだろうって、何があるんだろうっていうね。そういったことをちゃんと知ろうと集中する。ここに意識を向けるっていうことですね。ということで、まず一つ目は評価を交えずに観察するということですね。これをやってほしいということですね。で、それから二つ目は感情を表現するということですね。で、これはかなり大事なんですよ。つまりこれはね、どういうことかというと、相手の行動を見たときに
自分がどう感じているのかを表現することね。これをやってくださいっていうことなんですよ。で、これはね、僕らやっぱりね、こっちもあるあるなんだけど、私たちは自分の感情よりも正しい考え方を重視するということなんですね。つまり正しい考え方っていうのは、地位とか権威のある側が規定したものね。こういったものの方を自分の感情よりも重視しちゃうんですね。これもあるあるなんでね、ここも気をつけてほしいんですけれども、あともう一個ね、これも気をつけてほしいんだけど、〇〇と感じるっていうね、これ感情を表現するので、〇〇と感じるっていう言い方をしがちなんだけれども、これは自分の感情ではなく意見であると。意見もしくは思いとか解釈なんですね。〇〇と感じるっていう言い方はね。だからこれは例えばね、こういったことなんですよ。その人は人格に問題があると私は感じますっていうね。これ感じますって使ってるけど、これ感情じゃないからね。これは意見なんですよ。意見ね。その人は人格に問題があると私は感じますっていうのは意見だからね。で、あるいはこういったことね。私は公平な扱いを受けなかったと感じるっていうね。これも感じるっていうふうに言われて、なんとなく僕らは違和感ないように思うけれども、これも感情を表現してないんですよ。これは自分の思いなんですね。思いを表現しているだけなんですよ。で、あるいはね、こういったこと。無視されたように感じるっていうね。これも感情の表現じゃないんです。これは他人の行動に対する自分の解釈なんですね。こういったこと。だからこれも難しいでしょ。意外に感情を表現するって言っても、〇〇と感じるっていう言葉の使い方では、意外にこれやってるんですよね。感情ではないことの方を感じるっていう言葉で伝えてるってことね。だから、こういった形でね、僕らって頭の中で相手の間違いを分析しようとしてるわけですね。だからこれ全部分析なんですよ。ね、こういったことをやってるということは、これは暴力的なコミュニケーションですね。はい。で、ここで押さえておきたいことは、私たちの感情の原因は他者の行動にあるのではなく、私たち自身の必要としていることにあるということなんですよ。だからね、これは重要ですよ。つまりね、他者の行動は感情を引き起こす刺激であって原因ではないということなんですね。なので、人は他人の行為によって傷つくのではなく、自分の受け取り方によって傷つくんですね。これなんです。で、これはね、僕はね、ちょっと前に遊佐さんのメンタルモデルっていうのを読んでいて、ここはね、それとめちゃくちゃ重なるんで、ここ読んだ時に、めっちゃこれわかるって思いましたね。本当そうだと思いましたよ。でも僕らって大体は、相手の言動行動が自分の感情の原因だと思ってるでしょ？思ってません？だからこそ暴力的なコミュニケーションが蔓延してるっていうことでもあるんだけど、これはやりがちですよ。でもそうじゃないと。相手の行動は、他者の行動は感情を引き起こす刺激に過ぎないってことね。で、原因じゃない。原因は自分の受け取り方の方なんだということなんですね。そう。だからここはね、かなり重要なポイントだと思います。で、それからね、ここも押さえておきたいと思います。私たちは牽引者、これ牽引者っていうのは親とか教師ね。こういった人たちによって罪悪感を引き起こすような教育を受けてきたということなんですよ。で、それは何でかというと、牽引者が思い通りに私たちを動かすためなんですね。だから、例えば、あなたの行動が私を怒らせたとか、あるいはあなたが〇〇だから私は傷つくのっていうことを私たちは子供の時に親とか教師に散々言われてきたわけですね。これなんですよ。だから私たちが大人になった時に同じことを言ってるわけですよ。あなたの行動が俺を怒らせたんだみたいなね。お前の行動が俺を怒らせたんだってね。まんま同じことやってるわけですよ。だってそういったことをやられてきたからね。やられてきた人間は同じことを今度は大人になってやり返すからね、誰かにね。やるようになるんですよ。だってそれしかインストールされてないんだからね。で、あとこれでしょ。あなたが〇〇だから私は傷つくのっていうね。あなたがこうだからお父さんお母さんは悲しいのみたいなね。完全に子供の行動を自分の感情の原因にしてますからね。そんな無責任なことありますね、本当に。でもこれをやってるわけですよ。で、こっちもやってますよね。あなたが私を怒らせたとかね。あるあるじゃないですか、こういうの。つまり、自分の感情の責任を相手に押し付けて罪悪感を抱かせるっていうね。こういった子育てを私たちの社会は、もう親とか教師込みでもうやってるわけですよ。本当に。たまんないですね。たまんないです。本当に。僕読んでて本当に、これはもう辛いなと思いますよ。僕まだね、それでこそ、なんとかね、こういったことをね、理解できる程度には、なってるんでいいんですけれども、
これはね、本当に渦中にいる子供、それから親御さんも辛いってことあると思うんですけれども、その中で子供は苦しいですよ。だって逃げ場ないんだから。もう逃げ場全然ないからね。本当に。そんな中でこんなことを言われて、で、結局はこういうことを言うような暴力的な人間になっていきますからね。これですね。はい。で、それからね、ここでさらに押さえておきたいことは、私たちは自分の感情よりも他人の顔色を伺うように訓練されているということね。これもそのまんまですね。もうそのまんま他人の顔色を伺って、もうずっと伺って何がいいのか悪いのかみたいなね。そんなビクビクして怯えてね、何が楽しいんですかって感じなんですけれども、ずっとこれ訓練されてきているわけですよ。なので、自分の感情を自覚する方法を知らずに、そしてそれを表現する方法も知らないということなんですね。だからそれだけね、感情って大事なんですよ。自分の感情を表現する。で、相手の感情もちゃんと聞き届けるっていうことが大事なんだけれども、だけど僕ら大体これをほぼほぼもう子供の時から奪われてきてるわけですね。こういったことね。で、さらにここでもう一個注目したいのは、これもっと悲惨なケースね。もっと悲惨なケースは、家族同士でお互いの気持ちを伝え合うことができない場合ね。これがね、こちらのテキストの方ではマーシャル・ローゼンバーグさんはもっと悲惨って言ってるんだけれども、だけどこれってあるあるじゃないですか？今だったら。ね、家族同士でお互いの気持ちを伝え合うことができない。心を開いて、ちゃんとね、正直に伝え合うことができないでしょ？大体そうなってません？ね、僕はそうなってると思いますよ。だからこれはね、家族同士の中でも起こってると思うんだけれども、他者間でももちろん起こるんだけど、怖がっていると、自分はこのコミュニケーションで暴力的なコミュニケーションになることを恐れているっていうことを相手に伝えられないんですよね。で、それはなんでかっていうと、恐れているっていうことを自分が認めて相手に伝えれば、相手にね、猛然と攻撃を仕掛けられるというふうに思ってるからですね。相手がめちゃくちゃ攻撃をしてくると、自分にね、つまり自分が弱みを見せることになりますからね。だからその弱みにつけ込んで相手がめちゃくちゃ攻撃してくるんじゃないかっていうふうに思って、怖いです、恐れてますってことを伝えられないんですね。だからこのね、家族同士でお互いの気持ちを伝え合うことができないって、それはもはや家族なんですかということなんですけれども、これは僕は思いますね。自分事としてもこれはわかる。めちゃくちゃわかる。これやってきてます。はい。確実に。だから暴力的なコミュニケーションのね、もちろん僕だって例外じゃないんですよ。暴力的なコミュニケーションの中で育ってきてますからね、基本はね。そう、だから僕の中にもやっぱりこれあるから、ここら辺はわかるなって、もうわかることだらけだよ、これ。本当に。ね。こういったことになってるということを教えてくれているこの非暴力コミュニケーションの本ね。こちらすごい本だと僕は思うね。めちゃくちゃすごいと思う。はい。で、さらにね、ここで押さえておきたいことは、自分の感情を表現して弱さを打ち明けることね。これなんですよ。そう。で、これこそが対立の解決につながる道であるということが言われていて、これは本当にそうだと思いますね。まずは自分からなんですよ。自分の感情をちゃんと表現して弱さを打ち明けるっていうことね。これができるかどうか。特に子供が難しいのは親が難しいからだ。大人が難しいからなんですよ。だからこれを大人ができるかどうかなんですね。そう。でもこれをやっていくということですよ。ね。これをちゃんと実践していけば、どんだけ楽しいコミュニケーションになるかっていうことはもう想像できますからね。ということで、ここではね、まず2つね、評価を交えずに観察するということと、感情を表現するということね、これをぜひとも皆さんね、実践していただきたいと思います。で、残りの2つね、これを次に見ていきたいと思います。はい。ということでね、次、残りの2つですね。これを見ていきましょう。で、3つ目になりますけれども、これですね。必要としていることを表現するということで、これも重要なんですよ。これは、さっき見た感情を表現するっていうことと同時にね、これもやってほしいんですけれども、つまりこれはどういうことかというと、自分の感情とつながっている自分が必要としていること、もしくは自分が大切にしていることっていうことを表現するということね。だからこれは例えば、私がこう感じているのは〇〇を必要としているから、もしくは〇〇を大切にしているからだっていうふうにちゃんと伝えるっていうことね。だからこれはさっきの感情を表現するっていうことと一体なんですね。私がこう感じているっていう感情ね。こう感じているのは〇〇を必要としているからだよっていうふうな伝え方ですよね。こういった形でちゃんと表現しましょうっていうことなんですよ。で、ここで押さえておきたいことはね、人を一方的に決めつけるときには、自分の中に満たされない何かがあり、それを遠回しに表現しているっていうことなんですね。つまり、
自分が必要としていることが満たされないという遠回しの訴えね、それが人を一方的に決めつけるっていう形なんですよ。だからこの理解めっちゃ重要でしょ。人を一方的に決めつけるっていうことをやりがちな人とかもいますよね。で、それって僕ら大体やりがちなんだけど、それっていうのは実は自分の中に満たされない何かがあるんですよ。で、それを遠回しに表現してるっていうことなんですね。なのでこの理解はね、僕はめちゃくちゃ大事だと思うんだけれども、続けてね、ここもね、やっぱり気をつけておきたいところなんだけど、相手の何がいけないのかっていうことを考えることに私たちは慣れてしまっているということなんですね。だから常にジャッジしてるわけですよ。ジャッジしてもう正しいことをやるかね、間違ったことをやらないかみたいな形で、もうずっと監督ですよ。ずっと監視してるみたいなね。こういった眼差しで相手の何がいけないのかを考えることにもう慣れちゃってるんですね。だから自分の必要としていることを明確に表現するよりも、相手がどれだけ間違っているのかを分析しているわけですね。僕らは常にね。だからこれあるあるでしょ。あるあるだと思いますよ。もう自分が必要としていることはこうなんだっていうことは全然伝えてませんね。全く伝えてないんですよ。そう、だからこれね、皆さんもね、自分のコミュニケーションを振り返ってみると、おそらくほとんどこれ伝えられてないと思いますよ。こっちはね、自分はこういったことを必要としてるんだ、自分はこういったことを大切にしているんだっていうことは、おそらくほぼほぼ伝えてないと思いますね。で、それをやるどころか、相手がどれだけ間違っているのかっていうことをね、もう必死に分析するというね、もう監視ですよ。で、どれだけ間違えたかっていうね、こればっかやってるわけですね。なので、ここで大事なことは、相手の悪いところをあげつらうのではなくて、自分が必要としていることが何であるかを話しましょうっていうことね。これですね。そう、だから本当これですよね。もうここにつきますよね。なのでね、それだけ必要としていることをちゃんとね、この伝える、表現することが大事なんだけれども、だけどね、やっぱりね、これ現実の社会っていうのはね、必要としていることを表現するとですね、もう厳しい批判をされかねないという世の中なんですね。だからね、こういったことをね、必要としていることを言おうもんならですね、例えば、求めすぎているとかね、依存しているとかね、わがままだとかね、こういったことを言われかねない世の中なんですね。で、それってなんでかっていうと、支配構造に私たちをうまく適応させるための教育が、こういった批判を生み出していくわけですね。だから基本的にはこれってほとんどの学校とか企業とか家庭で見られることなんですね。だからこういった暴力的な方のコミュニケーションがもう日常茶飯事なんですよ。もう至るところでね。で、それはなんでかというと、権威に対しておとなしく従順な人間を作りたいからですね。これ作りたい人たちに作られた側が大人になった時にやっぱり子供をこういった形で従順な人間に作り変えていくわけですよね。そのために暴力を行使するということをやっているわけですよ。なのでこういった支配構造では自分が必要としていることを自覚している人は都合が悪い存在になってしまうんですね。だからこれはもう僕は理解してるでしょ。理解しているし自覚してるし、これを聞いているね、今回聞いてくださっている方々も今回これを自覚するでしょ。理解するでしょ。そうすると社会からは都合が悪い存在になるんですよ。なんでかというと従順な奴隷にならないからですね。もう僕ら従順な奴隷にならないからね、結局こういったことを自覚してるとね、でそれを表現するでしょ。だけど支配構造にある人たちは権威に対しておとなしく従順な人間を作りたいから困っちゃうんですよ。ね、こういったこと。だけどね、こういった社会システムとか社会構造の中で、どれだけこの暴力的な人間が量産されているかというね、そういったことも本当に僕は、ひどい状況になってるなということを思うんですよね。めちゃくちゃ思います。はい。で、それからね、ここで押さえておきたいことはね、自分の感情の奥では何を必要としているかっていうことを認識することね。今回ね、必要としていることね。ちゃんと自分の感情もね、素直に表現するってことを言いましたけれども、じゃあその感情の奥では何を必要としているんだ。つまりその何かが必要としているからその感情が出てくるわけですね。だからその何を必要としているかっていうことをちゃんと認識しましょう。自覚しましょうっていうことね。で、それに加えて、相手もそうなんですよ。相手の感情の奥では何を必要としているかをちゃんと理解していきましょうってことね。自分の中にあるものはちゃんと認識していく。で、相手の中にあるものはちゃんと理解していくということね。これ両方やってくださいということ。で、そうなると、それをやっていくとね、自分と相手っていうのは別の世界にいる感じがしなくなるんですね。もう全然しない。もう一緒の世界を生きているっていうふうになるんですよ。これがね、やっぱり非暴力コミュニケーションのいいところですね。もう同じ世界を生きてるんだっていうことになりますからね。ちゃんとつながりが持てますからね。思いやるね。
お互いに思いやりを、喜びを、自然な喜びを与え合うというね、これができるつながりがね、やっぱり育っていくと別の世界じゃなくて同じ世界にいるっていう感じがしてくるんですよね。で、さらに押さえておきたいことは、人々がお互いを診断し合う状況を乗り越えて、必要としていることで互いの内面につながることね。これなんですね。で、そうすると対立はおのずから解決するということなんですね。だから、なんか解決しようっていうマインドじゃないんですよ。そうじゃなくて、この4つの要素を、非暴力コミュニケーションをちゃんと実践していこうっていうことを意識するだけで、対立って解決するんですね。こういったことなんですよ。ね、だから対立とか紛争をね根絶するとかっていうことじゃないってことはね、前にお話ししましたけど、そうじゃなくてその対立とか紛争っていうものをどういったコミュニケーションで乗り越えていくかっていうことですね。でそれによってお互いの理解が深まるし、同じ世界を生きることができるっていうね。でそこでお互い成長して、そして愛し合う世界というものがそこに生まれてきますからね。そう逆に言ったら、僕らはどんだけ愛し合う世界を作れていないんだっていうことでもありますからね。こういったことでもあるので、ここは大事だと思います。はい。ということで、これがね、3つ目の必要としていることを表現するということでね、ちゃんとこれも感情と一緒に合わせてね、相手に伝える。そして相手からもこれをちゃんと聞き届ける、受け止めるっていうね、これをやっていただきたいと思います。で、それから4つ目いきましょう。4つ目はこれですね。具体的なリクエストをするということで、これはどういうことかというと、自分が必要としていること、今言ったね、このね、自分が必要としていることを満たすために、相手に何をしてほしいのかを具体的かつ明確にリクエストするということなんですね。つまり、言い方変えると、お互いに何をしてもらいたいのかをちゃんとリクエストするっていうことですね。で、これをやってくださいっていうことなんですよ。で、これは4番目っていうことは、ちゃんと1、2、3、特に2番と3番ね、こういったことをちゃんと伝えられた後で、この具体的なリクエストをするっていうことね。だからこの4つの要素ってこれ順番ですからね。1、2、3、4っていう順番でこれはやってくださいっていうことね。で、ここでのポイントはね、肯定的な言葉でリクエストするっていうことなんですよ。で、これめちゃくちゃ大事。つまり、自分がね、してほしくないこととか、するのをやめてほしいことではなくて、相手にしてほしいこととか求めていることをリクエストするということなんですね。つまりね、何をしてほしくないかを伝えるってことじゃないんですよ。そうじゃなくて、何をしてほしいのかをちゃんとリクエストしてっていうことね。つまりこっちは相手が具体的に行動に起こせる言い方で何をしてほしいのかってことを伝えましょうってこと。だから例えば言葉にすると、〇〇をしてもらえませんかっていう形になるわけね。こういったリクエストね。だから、何々をしないでいただけませんかじゃないんですよ。しないでじゃなくて、してほしいことの方ね。何々してもらえませんかっていうね。こういった肯定的な言葉の方でリクエストしてくださいということですね。で、ここで一つね、押さえておきたいことがあるんだけど、このリクエストっていうのは、言い方変えると要求なんですよ。要求するってことね、相手にね。で、このリクエスト、要求と強要ってありますよね。相手に強要するっていうね、この強要を見分けるにはどうしたらいいのかっていうことね。これもかなり大事なので、ここでお話ししたいんだけれども、でね、これね、見分け方っていうのはこうなんですよ。話し手のリクエスト、つまりリクエストした人が、そのリクエストが通らなかった場合に、そのリクエストした人がどういう行動に出るのかを観察すればいいということなんですね。だからこれは何でもいいんだけれども、本の事例で言うとね、寂しいから夜一緒に過ごしてほしいんだっていうふうに相手にリクエスト要求したとしますよね。じゃあこれってリクエストなの？強要なの？これどっちですかっていうことは今ね、この段階じゃまだわかんないんですよ。つまり断った場合の相手の態度を見るまではどちらかわかんないんですね。この寂しいから夜一緒に過ごしてほしいんだっていう言葉がリクエストか強要かどうかっていうことはこの段階だけではまだわかんないんですよ。なのでこれをね、断った時にわかるわけ。つまり断った時にそのリクエストした人が君はいつだってそんな風に自己中心的だっていうね、こういった言葉を投げかけたとしたら、そのリクエストの正体は強要であったということになるわけですね。で、それは何でかっていうと、相手が必要としていることに共感しないで非難しているからですね。だからこれもそうですよね。非難してますよね。君はいつだってそういうふうに自己中じゃないかみたいなね、形で非難していて全然共感してないですよね。相手が必要としていることって逆に何だろうとかね、どう感じているんだろうっていうところに共感しようとしてませんからね。こういったことは全部強要なんですよ。
だからこの時の反応で初めてわかるわけね。相手の言葉が本当にリクエストかどうかっていうことがね。で、ここでのポイントはですね、相手に罪悪感を植え付ければリクエストは強要だったことになるということなんですね。だからね、やっぱりこの君はいつだってそんなに風に自己中心的だみたいなね、こういうふうな言い方されると、相手に罪悪感を植え付けるということにもなりますからね。そうなるともうそれはリクエストじゃなくて強要だったということになるわけですね。そうで、そのね、ここで言ってる強要っていうのは人間関係を破壊するわけですね。だから僕らの人間関係大体破壊されまくってますよ。もう基本的には破壊されまくってるということになってるわけね。だからこれ強要とは逆に相手の必要としていることに共感を示せば純粋な要求だったとその時初めてわかるんですね。だからこれね、リクエストが通った時はちょっと見分けにくいんですよね。リクエストをこちらが断った時、あるいは断られた時に、その人が、リクエストした人がどういうふうな態度に出るかということで、強要かどうかがわかるというね、こういったことなんですけれども、ここもね、リクエストをするっていうことはどういうことっていうね、それを具体的に理解するために押さえてほしいポイントだと思います。はい。ということでね、ここでは必要としていることを表現するという3番目と、具体的なリクエストをするという4番目ね、ここのお話をしたんですけれども、このね、観察、評価を交えずに観察するということと、感情を表現する。で、必要としていることを表現する。で、具体的なリクエストをするというね、この4つを実践していくっていうね、まずはここにフォーカスすることですね。で、ここにフォーカスして、自分がコミュニケーションね、周りのもう本当に身近なコミュニケーションですよ。で、家族同士とか友人同士とかね、会社の同僚とかね、そういったところの身近な人間同士で、このコミュニケーションをどれだけ実践できるかということに、非暴力コミュニケーションはかかっていると言っても過言ではないと思いますね。で、ここではですね、さっきも言いましたけれども、練習問題ね。練習問題がこちら、こちらもエクササイズって形であるんですけれども、具体的に一つ一つね、やるのであれば、こちらの方が練習問題はいいかもしれません。で、読むんだったら両方読んだ方がいいです。ということで、今回はですね、非暴力コミュニケーションということで、まずは基礎編ですね。基礎編はかなり今回めちゃくちゃ内容濃かったんですけれども、それだけ僕は伝えたかったし、ここはね、もう理解の土壌なんでね、土台のとこなので、まずはここをね、押さえてほしいということでね、今回ホワイトボード6枚を使ってですね、具体的にお話をしたんですけれども、これ次回はですね、この中からさらに、応用編と言ってもいいんですけれども、それも主にですね、この実践する時のポイントですよね。そういったところを中心にね、お話ししていきたいと思いますので、次回もぜひご覧いただければと思います。ということで今回は以上になります。じゃあまたね。